コアクリスタルが突然消滅した。異常事態なのだから集まるのは当然のこと。どういうこと？コアクリスタルは世界の存在を根底から支えるもの。それがなくなったとなればどんな影響が出るかは見当もつかない。クリスタルの戦士として必ず任務を遂行する。はい、問題ない。すぐに回収に向かう。よろしくお願いします。こいつは頼れるようには見えない。足手まといになるようだったら容赦なく置いていく。クリスタルの戦士に弱者は不要。それでもいいなら前処します。ここがアードラ大陸。しかし何もないな。集落からは少し離れた場所に出てしまったみたいですね。それにしてもどうして光の意志はわざわざあなたを同行させたのか。まさか私一人では力不足だと思われている。僕に経験を積ませるためと光の意志はおっしゃっていました。僕もクリスタルの戦士ですから駆け出しですけど。確かにクリスタルの戦士には一人分空きが出ている。その補充として新しいクリスタルの戦士が生み出されるのは当然か。さっきも言ったけど役に立たないなら置いてくから、そのつもりでいてほしい。見習いだからって優しくするのは苦手。はい、精一杯頑張ります。じゃあ早速コアクリスタルの位置を探ってみて。コアクリスタルの位置ですか？クリスタルの戦士はコアクリスタルの位置を大まかに把握することができる。だからやってみて。あなたもクリスタルの戦士なんでしょ？わかりました。わかりません。あなた本当にクリスタルの戦士？もういい、私がやる。あっちの方角、距離は少し遠い。早く行こう。クリスタルをいつまでも野ざらしには。どうされました？戦闘準備。え？熱烈な歓迎が来た。
ちょっと行ったところに集落があるのに人影が全くないのはここが魔物の生息地だからか。数が多いですね。どうしますか？クリスタルの戦士に逃亡はない。障害は全て排除するだけ。弱い者ほどよく群れる。大したことはなかった。それなのにあなたは手こずりすぎ。すみません。実戦は初めてで。言い訳無用。クリスタルの戦士が弱いなんて話にならない。まず動きに無駄が多い。相手の動きを見極めて。魔物に翻弄されすぎ。相手の動きを掌握して。今のままだと役立たず。もっと強くなって。分かった？心にぐさりと刺さるご指摘ありがとうございます。落ち込んでいる時間はない。日が暮れる前にクリスタルの場所まで行かないと。暗くなると魔物も凶暴になってしまうから。待ってください、ジュームさん。村ですかね。静かでいいところです。この村の近くからコアクリスタルの反応がする。情報収集しよう。コアクリスタルを見なかった？コアクリスタル？聞いたことないが。ここの近くにあるはず。どこにあるか教えて。すまないね、お嬢ちゃん。俺じゃ力になれそうにないよ。時間の無駄だった。なんだその言い方は。人に物を聞く態度じゃないだろう。何か間違ってた？まあいい。コアクリスタルを見なかった？コアクリスタルですか？そう。ここの近くにあるはず。どこにあるか教えて。少なくとも私は見たことありませんけど。あなたも役立たずみたい。ちょっとジュームさん。何？邪魔しないで。そんな聞き方じゃ何も聞き出せませんよ。相手を不快にさせるだけです。事実を言われてなぜ不快になるの？僕に任せてください。すみません。最近この村の周りで何か変わったことはありませんでしたか？変わったことですか？そういえば村の外れに坑道があるのですが、そこの魔物が最近急に凶暴化したらしいんです。天変地異の前触れだなんて言う人もいますけど、原因がわからなくて。なるほど。ちなみにそこで何か光るものなどを見かけたりはしてませんか？少なくとも私は坑道には近づいたことがないので危険ですし、お役に立てず申し訳ありません。
いえいえ。こちらこそ仲間が失礼な物言いをしてしまい申し訳ありません。とてもためになる情報でした。ありがとうございます。ジュームさんって空気が読めないってよく言われませんか？仲間からはない。人に話しかけると黙られることは多い。やっぱり常習犯なんですね。私は事実を告げているだけなのに、どうして人が黙るのかがわからない。事実をそのまま告げることが正しいわけではないんです。誰だって心を傷つけられれば落ち込んでしまうものですから。心が弱いということ？強弱の問題ではないのですが、まあそれはともかく、村外れの行動が怪しいとのことでしたが、どうします？もちろん調べに行く。魔物が凶暴化しているのはコアクリスタルの影響を受けているせいかもしれない。村の人々のためにも早くコアクリスタルを回収しって待ってください、ジュームさん。ここがあの人の言っていた魔物の住む行動。薄暗くて視界が悪いですね。魔物はいつ襲ってくるかわからない。油断しないで。はい。噂をすれば。ジュームさん、あそこ誰かが魔物に襲われています。押されているみたいです。早く助けないと。彼が魔物を引きつけてるなら好都合。この隙にコアクリスタルを探す。助けないんですか？弱者が強者に負けるのはこの世の断り。力を貸す義理はない。そんな、見捨てるだなんて僕は反対です。僕たちクリスタルの戦士は人々を守るために存在するんですから。それは違う。私たちの役目はコアクリスタルを守護すること。あの人がコアクリスタルの場所を知っているかもしれません。何？情報を集めるためにも彼を助けましょう。お願いします、ジュームさん。彼を助けるために力を貸してください。情報のためなら仕方がない。すぐに終わらせる。邪魔。はい。思っていたよりも強かった。聞いてた通り凶暴化している。あんたたちはクリスタルの戦士。あなたを助けたのは情報収集のため。クリスタルの戦士？僕たちはここに探し物をしに来たものでして。そんなことよりお怪我はありませんか？あんたたちのおかげでオイラは大丈夫。助けてくれたことには感謝するよ。でももしかしたら視覚がオイラを油断させるためにあえて助けたのかも。ティレル、剣を下ろして。ヴィーネラ、出てきちゃダメだ。こいつらがフェネスからの刺客かもしれないんだよ。大丈夫よ。
この人たちは違うわ。どうしてわかるのさ。敵意を感じない。戦えない今の私でもそれぐらいわかるわ。ヴィネラがそう言うなら。助けてくれたのに刃を向けてしまってごめんよ。オイラはティレル。訳あってヴィネラと共に旅をしているんだ。私はビネラ。まずはお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。それであなたたちはどうしてここに？私たちはコアクリスタルを探している。詳しい事情は僕から説明しますね。ということなんです。各地に飛び散ったクリスタルを集めるために旅をしているか。途方もない話ね。そんな世界があるなんて。それでコアクリスタルの情報をあなたたちは持っているの？残念ながらご期待には添えそうにないわ。そう、さようなら。待ってください。判断が早すぎます。時間を浪費するわけにはいかない。どうしてそう効率的にしか物事を見られないんですか、チュームさん。次はこちらが質問させていただきますね。お二人はどうしてこの行動に？誰かから逃げているものとお見受けしますが。それは。私たちは祖国から命を狙われているの。ヴィネラ！相手の事情を聞いたんだもの。こちらの事情も話すのが筋というものでしょ。そうかもしれないけど。私たちはフェネスの追っ手から逃げるためにこの行動に避難したの。でも凶暴な魔物たちが多くて先に進もうにも進めない状況になっているというわけ。そこで一つ提案なのだけれど、私たちの護衛をしてくれないかしら。何言ってるんだよ。護衛ならオイラ一人で大丈夫。ティレル、私たちは絶対に捕まるわけにはいかないの。そのためには護衛は少しでも多い方がいいでしょ。ビネラさんはどうして戦えないんですか？ヴィネラのお腹の中には赤子がいるんだ。だから戦えない。戦わせるわけにはいかない。戦えない？だったらその腰の剣は何のために履いているの？これは大切な人から預かった剣なの。お守りみたいなものね。なるほど。ジュームさん、どうしますか？私たちに寄り道している暇はない。何より弱者を守るなどそんな非効率な真似をするわけにはいかない。もちろんタダでとは言わない。護衛を頼む代わりにコアクリスタル探しを手伝うわ。行動のどこにあるのかわからないなら人手は多い方がいいと思うけど。手伝ってもらえるなら護衛ぐらい引き受けてもいいんじゃないですか？ビネラという足手まといを守る意味がわからない。護衛をするということは私たちの身を危険にさらすということ。
他人のために自分の身を犠牲にする必要性が感じられない。クリスタルの戦士として未熟で、さらに人間でもない僕が言っても説得力はないかもしれませんが、人間は損得だけで動く生き物ではありません。それ以前に僕は彼女たちを放っておけません。クリスタルの戦士としてではなく、僕個人としてです。一つだけ聞かせて。あなたは強者の弱者を守ることに意味があると思ってる？わかりません。ただここで手を差し伸べなかったら後で絶対に後悔すると思います。そう。護衛の依頼引き受ける。ただしクリスタルが見つかるまでいい？もちろん。申し出を受けてくれたこと感謝するわ。危なくなったらおとりとして使えるし。なあビネラ、やっぱりこいつらに頼むのダメなんじゃないかな。あはは。次から次へと魔物が出てきますね。クリスタルの戦士がこの程度で音を上げないで。すみません。まず闇雲に突っ込むのをやめるべき。隙だらけで見るに耐えない。敵の弱点を見極めながら戦って戦闘中でも頭を使うの。そうすれば強くなれる。はい。分かったなら先を急ぐ。ほら早く歩いて。オイラ、旅の仲間がビネラでよかったよ。私も厳しく接してあげるべきかしら。勘弁してよ。お二人は仲がいいんですね。そうかな。あなたはビネラに惚れているの？ジュームさん、少しは空気を読んでください。何か間違ったことを言った？少し違うよ。ビネラだけじゃない、お腹の中の子もそうだし、何よりダリオ様もオイラにとっては大切な存在なんだ。ダリオ様というのは？ビネラの旦那さんだよ。亡くなってしまったけど。そうだったんですね。結ばれることのない女のためにあなたは命を懸けるの？ダリオ様に頼まれたんだ。それに大切な人が傷つく姿をオイラは見たくないから。人間って不思議な生き物。理解できない。そういうことは思っていても口に出さないようにしてください。魔物がどんどん強くなってるわね。数も増えているし、この先に何かあるのかしら。ジュームさん、これってクリスタルが近い証拠。さっきよりも存在を強く感じる。なんだ？ビネラ、オイラに捕まって！道が崩れて塞がってる。後戻りはできないということね。問題ない。用事があるのはこの先だから。何が起こるかわからない。戦闘準備をしておいて。
魔物の体内からクリスタルの反応がする。おそらくコアクリスタルを飲み込んでいる。それって。察しの通り、他の魔物たちが凶暴化してたのはこいつの影響だ。よくわからないけど、こいつを倒せばいいんだね。話が早いのはいいこと。どうせこいつを倒さないとここからも出られない。ビネラは下がってて、こいつはオイラたちで何とかする。来る。ダメです。全然効いてません。伊達にクリスタルを取り込んではいない。このままじゃ。ティレルさん。大丈夫ですか？戦闘中のよそ見は厳禁。目の前の敵に集中して。わかりました。いくらクリスタルによって強化されているとはいえ、元はただの魔物。どこかに弱点があるはず。しまった！ビネラ！ダリオ様の剣が輝いて魔物の攻撃を弾いた。ビネラから離れろ！ビネラ、怪我はない？ええ、ダリオ様の剣が私を守って。この光、不思議だ。とても暖かいのに、どこか寂しさも感じる。ティレル、ビネラのことは任せたよ。今の声は。声、何か聞こえたの？ティレル。ああ、そうだね。分かったよ、ダリオ様。この光はダリオ様の思い、ビネラを大切に思う心なんだね。任せてダリオ様。オイラが絶対にビネラを守ってみせるから。怪我をしているなら下がって。足手まといになる。この程度の怪我どうってことない。それにオイラがここで立ち上がらなかったらダリオ様に顔向けできないよ。限界が近いはずなのに気力の高まりを感じる。面白い。ルシオ。はい。私たちが時間を稼ぐ。あなたはその間にこいつの弱点を探して。僕にそんなことできるでしょうか？できるできないじゃない。やらないと負ける。私たちの使命はクリスタルを守護すること。そのためにはまずこいつを倒さないとならない。そのために必要な壁ぐらい軽く越えてみせて。はい、やってみます。ティレル、あなたの思いの力
私たちに見せて。任せて。ダリオ様。やったやりましたよジームさん。喜ぶのはコアクリスタルを回収してからにして。これから魔物の体内からコアクリスタルを取り出す。腹を切って手を突っ込んでこう。コアクリスタル回収完了。せめて返り血ぐらい拭いてください。面倒。気になるならあなたが拭いて。コアクリスタルは無事なの？表面が汚れてるけどコアクリスタル自体に異常は見られない。それがあんたたちが探してたコアクリスタルなのか？世界の均衡を保つ大切な存在。それとルシオ、よくやった。もしかして今褒めてくれました？二度はない。用は済んだ。早くここから脱出する。出口までなら護衛を続けてあげなくもない。どういう心境の変化なんだ？きっとお二人のことを気に入ったんだと思いますよ。ようやく行動を抜けられたみたいだね。行動は塞がってるし、当分は追っ手の心配をしなくて済みそうね。それにしてもさっきの剣は何だったの？普通の剣にしか見えない。ダリオ様が愛用していた剣なんだ。今はもう魔力を失ってしまってるみたいだけど、きっとダリオ様の意志が最後にビネラを守ってくれたんだよ。ダリオ様、あなたたちにも感謝を。護衛を務めてくれて本当に助かったわ。こちらも感謝。クリスタルを回収できたのは二人のおかげ。とぼけた顔をしてどうしたの？いえ、ジュームさんも誰かに感謝したりするんだなって。帰ったら特別に稽古をつけてあげる。あれ？もしかして怒ってます？ほどほどにしてあげなさいよ。じゃあ私たちはそろそろ行きましょうか。お二人はこれからどうするんですか？そうね、追っ手から逃げ切って無事に平和な生活を手に入れられたら、この子と一緒に静かに暮らしたいわね。何も背負うこともなく生きていってほしい。この世の中で一番尊いのは自由だから。それがダリオ様と私の望み。ビネラも子供もオイラが守ってみせるよ。あなたならきっとできる。その強さなら大丈夫。じゃあまたね。私たちも戻ろう。稽古の準備をしないと。さっきのことやっぱり怒ってますよね。そんなことはない。ただ未熟なあなたを叩き直したいだけ。
やっぱり怒ってるじゃないですか。うるさい。早く帰る。ほら、捕まって。お手柔らかにお願いします。